はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。前回年末までのね大まかな流れっていうか気をつけることっていう動画を撮ってるのでこんな風に流れていくんだって分かった上でのこの10月の後半ということでご覧いただけると嬉しいです。それからこのカペラノートをご予約いただいた皆さん本当にありがとうございます。14日までのご予約になっています。ご予約特典としてはいつも私がやってるタロットのスプレッドシートや占星術のねキーワード集っていうものがプレゼントでついてきます。でまた今回はですね1ヶ月ごとのエネルギー解説っていうのをしっかりしてまして、また新月のワークっていうのも実は入れています。で新月って毎回実はエネルギーが違うので、今回はこういうエネルギーだからこういう願い事がいいですよってことを毎回説明していますので、よかったらご活用ください。そしてノートはいらないんだけど星の情報だけ欲しいなっていう方には PDF も販売する予定です。で PDF には PDF の特典をつける予定なので、それも楽しみにしててください。 PDF は11月末ぐらいからですね。はい、では早速いきます。お願いします。10月後半です。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ペンタクスのナイトの逆、ペンタクス5の逆、ソード6、ソード4逆、カップ3、ワンド3逆、ワールド逆。気をつけることは対策はエンペラーとワンドエースとオラクルワード。はい、ワンドの9です。なるほど。なんかもっと自信持ってくださいって感じがすごくしましたね。物事はゆっくりですけれども着実に進んでるって感じがするんですね。これは年末までの気をつけることでも言ったかもしれませんが、着実にゆっくりだけどうまくいってるよっていう感じなので、あまりにもなんか物事がスローすぎるとなんか動いてないかのように見えたりするけれども、遠くから見たらすごくうまくいってるって分かったりとかしますよね。もしくはこの一部だけを見たら何も変わってないように見えるかもしれないけど、全体を見たらすごい進化だみたいなのが分かるように、非常に今ゆっくりとですけれども変わりつつあるというかね、何かを構築しつつある、自分の中で価値あるものをちゃんと見つけていってる途中ですよねっていうふうに言われているんですが、なぜかその価値をご自身がちょっとだけ見失いやすいっていうのがあります。これはもしかしたらいや私はもう本当に自信満々なんですよっていう患者さんがいたらもうそのまま行ってねっていう感じなんですけども、ちょうど星でもですね、10月17日が満月で、この満月の時っていうのはなんか大きなものと自分を比べて自分を小さいっていう風に感じてしまったりとか、変に対象物だったりとか対象者がいることによって自分を見ようとするっていう感じがちょっとしたんですよね。でそれは例えば他者を知ることによって自分の個性を知るとかってすごくいいことじゃないですか。一般的にはこうかもしれないんだけど私はこう思ってた、私の感覚ってなんてオリジナルで素晴らしいのって思えたらいいけれども、なんか他の人はすごくすごいのに自分はダメだとかというその逆の捉え方もあったりするので、カードで見るとなんか自分のことをネガティブに捉えそうだなって感じがしたんです。で星で見てもそれを他者と比べて自分の個性を発揮するとかね、何か大きなものと比べて自分を見るみたいな風になりやすいので、ちょうどその10月17日の満月っていうのが社会運とかがいいわけです。変に世界が開かれているというか、社会運がいいからこそ私はそんな風に大きく表に出れないとか、私はそんな風にできないみたいなことを思いそうだなと思ったんですね。それ誰かと比べて仕事のやり方を決める必要なんか全くないですし、自分が心地いいやり方、自分は会社のことよりも例えば家の中のことをしっかりしたいんだったらそれが素晴らしいじゃないですか。それでいいのに、何か外側の世界に引っ張られて他の人は遅くまで残業してるけど私は帰らせていただきますみたいなことにすごく罪悪感を持ったりとか、なんかそんな感じがしたんですね。でも今起こってること、17日前後に起こることっていうのは、その他者という大きなフィールドの中で自分というものを知りましょうねっていうことで、特に今はカニ座の皆さんっていうのは自分の心を癒してねとか、自分の居場所安全でしょみたいな、
自分の気持ちを優先させてねっていう時なので、外を見て私は、今日は家の中にいたいんだとか、私はこうしたいんだっていうのが分かったらそれで OK ってことなんですね。それを気をつけておいてください。で10月18日以降は社交性とかね、華やかさとか美しさとかお金とか恋愛っていうところが日常生活っていうところに入ってくるので、今までは普通になんかイベントが楽しいとかレジャーで遊びに行った時は楽しいって感じだけども、その18日以降っていうのは日常生活の中に喜びがあるっていう風に変わってくるんですね。何か特別なことをしなければいけないわけではなく、こういう生活そのものが楽しいんだとか嬉しいんだっていう風に変わってくると思います。そして10月23日以降はもっとなんか喜びが出てくる感じがするんですね。さっきちらっと飛び出したカード、実はスターのカードだったんですけど、患者の皆さん、何か10月23日以降ってよりクリエイティブになっていて、なんか普通にお料理するの楽しいなとか、創作意欲が湧いてくるなとか、絵を描いてみようかなとかもそうだし、何かが生まれようとしている、その喜びのエネルギーで何かを生もうとしているって感じがあるので、ぜひ楽しんでください。これは星の流れです。ただカードで見た時にあまりにもこの満月あたりのエネルギー、ちょうど9月18日の月食、10月3日の日食、10月17日の満月のあたりまでっていうのがあまりにも忙しかったのか目まぐるしかったのか、その中での自分というものを感じて、実際は物事すごく進んでるんですよ。うまくいってるんですよ。だけどなぜか自分だけが自分のことを認めないみたいな感じがあり、もっとすごくなければいけないとか、もっとちゃんとやらなきゃいけないみたいな感じがあるのかもしれないけど、全然そんな十分ですからって感じがします。そしてもし今頑張りすぎて疲れているっていうのであれば、ゆっくり休んでくださいね。23日までっていうのは家の中でゆっくりしてねっていうのが本当にいい時で、自分の心を満たすことによって本当に豊かさいっぱい感じられるよっていう時なので、ぜひゆっくりしてください。たっぷり寝てください。自分がどうしたら今の自分は落ち着けるかなとか、どうしたら今の自分って喜べるかなっていうことを感じて、何か一つでも自分に優しいことをしてあげるっていうふうにしてくださいね。そうすることによって途端に元気になります。やっぱり枯渇してる時ってなかなかエネルギーが湧いてこないですけれども、満たされたってなったらもうすごい湧いてくる、もうつながったってなったらすごく喜び愛情が湧いてくるのと同じで、喜びがねすごく出てきそうです。これはね、先ほど言ったみたいに10月18日以降も日常生活の中にささやかな喜びいっぱい感じられますねっていうのもあれば、23日以降もなんとなく自分の中から喜びが湧いてくるって感じがあって、あれやってみたいな、こうしてみたいなみたいなものが出てくると思いますよ。喜びの後になんていうのかな、自分がやってみたいこと、自分の情熱を燃やして挑戦してみたいことが出てくるよっていうふうに言われているので、可能性にかけてみたいって感じかな。なんかただね、その可能性を見た後に、例えばの話ですけど、ヨーロッパのどっかに行くとするじゃないですか。サントリーニ島でもね、綺麗な青と緑の島の国に行くとします。そしたらなんて素晴らしい、なんて美しい景色なんでしょうってなりますよね。でそこに行けたことが素晴らしいっていう、ただそれだけでいいのに、私にはここに住む余力はないとか、自分はここに合わなかったみたいに思う必要なんか何にもないわけですよね。なんかそんな感じで、すごく自分から生まれてきてるクリエイティブなことや、自分から生まれてきてる喜びなのに、それをなんかこの喜びは違うんだみたいに自分で査定をしてしまいそうというかね、なんか今の感覚っていうのは違うんだみたいに自分でしてしまいそうなので、全て自分から生まれてきてることは可能性のあることで、ご自身でそれを認めてくださいって感じがしました。そして十分にね、なんか頑張ってるって感じがするんですよ。ここでもエンペラーにね、バンドのエースということで、どうですか、この燃えている情熱のカードが出てるわけですよね。もうすごく情熱燃えてます。十分やってます。責任果たしてます。果たしているのだから、それ以上の結果はもう、求めなくてもいいですみたいな感じで、もうこれはもっと準備しなきゃいけないんじゃないかとか、もっと何かを用意しなきゃいけないんじゃないかと思うかもしれないんですけど、いやいや、もうあとはお任せでいいですっていう感じ。もうできることは全部やりました、やってますから、本当にできることは全部やってるって感じがするんですよね。だからこそあとは自分が感じてね、
今やっとこれができる喜び感じてねって感じです。何か自分のためになることをしようとして、例えばセミナーに参加するとかも、例えばねスケジュールを調整してセミナーに参加するってなったら、すごくそれって自分のためになることだし、喜ばしいことなんだけど、その行くまでの準備で疲れたりとか、なんていうのかな、それを本当に感じきるっていうことをしない、行動ばっかりしちゃうみたいな感じになりやすいので、喜びもたくさん入ってくる時だから十分に感じてくださいねっていうのがメッセージだと思いました。そして、ちょっとお仕事のことを見てみます。お仕事、カップにソード7、ペンタクス4ということで、非常に仕事を通しての人間関係いいです。交渉がうまくいったりとか、話し合いがうまくいったりとか、人と話すことによって物事がうまく流れていくっていう感じがありますので、恐れずに向き合ってみてください。言いたいことを言っていくとか、ちょっといいですかみたいな感じで話をしていってもいいと思います。ただ何かどこかちょっと後ろめたいところがあるのかなって感じがしていて、その後ろめたさややることもちろんやるんですけど、何を気にしているのかっていうのもお伝えしていったらいいと思いますよ。そしてもし今のこのお仕事で携わっている内容のことを通して自分がこれだけは守っていきたいという思いがあるならば、それもちゃんと守れますっていうふうに言われてる気がしますので、まず自分の才能っていうのは奪われないし、真似されたところで所詮それは真似ですから、奪われてるわけじゃないんですよね。なので自分だけのオリジナルな感性で作っているものや携わっている仕事というのは金座の皆さんの仕事ですから大丈夫ですっていう感じがします。そして人間関係見ています。ペンタクルスの7とストレングスといいですね、カップの8ということで、人間関係もとてもいいです。今の蟹座さんってご自身では自分のことを責めやすいんですけれども、でも実は喜びのエネルギーがすごく自分に入ってこようとしている。そしてバイタリティもある。火星もね蟹座でしたしね、バイタリティもあるし、特に11月4日以降は稼いでいくこともできるみたいな、すごく何かを生み出す力強いわけです。で十分そのエネルギー使ってるしやってるし、あとは喜んでっていう状況だから、喜んでいいんだって許可して、誰と喜びたいですかっていうことも一緒にシェアしてもいいんじゃないかなと思いました。そして今のこの蟹座さんのエネルギーって他者をも幸せにするみたいな感じがあるんですね。なので自分ではいっぱいいっぱい、自分のことでもういっぱいいっぱいだから、その他者のことなんか知りませんって言いたいところが、実は関わることによって会社の皆さんそんなつもりはなくてもね、別にって感じかもしれませんが、他者にはすごく他者のいいところや他者の能力っていうものを刺激していい形で関わっていくことができるみたいなので、人間関係においても、なんだかな、もう長い腐れ縁だしなとか、もうこの人には言っても仕方ないかなみたいな感じで諦めずにお伝えしていくことによって事態って変わりそうですね。その患者さんの情熱や思いやりやなんか寄り添う気持ちっていうものが相手の心に響いて通じるみたいな感じがあります。だから言いたいことは分かってもらえるみたいな、事態がそんな急激に変わるっていうわけではなかったとしても、その患者さんのそんな風に考えてくれてたんだみたいなことはすごく伝わるし、患者さんも決してそれを言ったからとして嫌な気分にもならないし、いいですね。感情的には非常に満たされています。長く続く関係性っていうのはこれからも長く続く。そして自分が大事にしたい思いっていうものもちゃんと関係性の中で大事にしていける。そして自分の力っていうものを失いませんっていうふうに言われているので、とても安定してますね。自分で自分のことどう見てますかっていうことだけがちょっと気になるところでしょうか。十分準備できてるよっていう感じがしました、私は。もう一枚引いてみます。コンシャスステップ、このカードよく出てきませんかね。なんか他の星座でもよく出てくる気がするんですけど、このカードを見て何か思うところがあれば直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。はい、何かねずっと考えていたことや
求めていたことに関しては勇気を持って一歩踏み出しましょうって感じがするので、そういった一歩を踏み出せる時なんでしょうね。情熱もあるし体力もありそうだし。はい、ということでありがとうございました。また次回は10月末までに次の動画をアップしたいと思います。ぜひ良かったよという方、いいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。で、それとちょっと言い忘れたんですけど、全星座のところで言ってるんですが、私いつもこんな風に全体の流れ、その人の気づき、どんなことがあるかなっていうのと、仕事と人間関係見てるんですね。で、人間関係においては恋愛を含めて想像して受け止めてくださいって感じなんですけども、もし恋愛に特化して見たい方いらっしゃいますか？いらっしゃったらぜひコメントで見たいですって書いていただけたら嬉しいです。どれぐらいニーズがあるのかなっていうのをちょっと見たいなと思ったんです。アンケート書いて取ってもいいんですけど、恋愛したいとか恋愛運を見たい人、今誰かいますとかこれから出会いますかも含め、はい、もし需要があればそういった動画も撮っていきたいなと思っています。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ10月末もいい時間をお過ごしください。ありがとうございます。失礼します。